農道のポルシェ徹底洗浄外装磨き。この軽トラ、塗装はカサカサで黄ばんでいるのだ。そうね、新車から20年経っているので塗装が劣化して本来の艶がなくなっているの。ピカピカにするには全塗装するしかないの？全塗装は必要ないわね。そうなの？どうやってきれいにするの？まずはバンパーやヘッドライトを外して普段掃除できないところを徹底洗浄するの。そうなの？カサカサに劣化した塗装はポリッシャーで徹底磨きをしてからコーティングよ。わかったのだ。僕、早く動画を見たいのだ。まずはタイヤホイールから洗います。洗濯用粉石鹸をお湯で溶かし冷まして固めたプリン状石鹸です。プリン状石鹸とスポンジでタイヤホイールをこすり洗い。プリン状石鹸は泥汚れやベタつきがよく落ちます。タイヤホイール4本すべて洗います。リアフェンダーもプリン状石鹸で洗います。続いてフレームと燃料タンクもプリン状石鹸で徹底洗浄。フレームや荷台の裏側を確認しましたが、錆や腐食はありませんでした。バッテリーブラケットとバッテリーを洗浄します。リアフェンダーの裏側、プリン状石鹸とブラシでこすり洗い。マットガードに付着したベタつき汚れも落とします。エンジンフードもプリン状石鹸とスポンジでこすり洗い。冷却水のリザーブタンク周りを洗浄します。続いてスペアタイヤを取り外し隠れていた部分を洗います。右側のフレーム周りも徹底洗浄します。未使用のスペアタイヤに付着した泥汚れを落とします。次は艶消しカサカサに劣化したルーフパネルを洗います。塗装面を手で触るとざらつきがあります。水をかけてからプリン状石鹸とスポンジでこすり洗い、最後に水でしっかり洗い流します。フロントガラスをプリン状石鹸とスポンジでこすり洗い、続いてフロントパネル、ヘッドライト、フロントグリルを洗浄します。フロントバンパーはナンバープレートで隠れていた部分が特に汚れています。フロントバンパー全体を洗います。右側のドアガラス、ドアバイザー、ドア、順番に洗います。次は右側の荷台煽りを洗浄します。続いてリア煽りを洗います。左ドア周りを洗浄します。ガソリン給油口を開けます。ホコリや黒ずみ汚れが溜まっています。水をかけてからプリン状石鹸と洗浄ブラシで汚れをかき出し洗い流します。コーティング剤をスプレー、クロスで塗りのばし拭き取ります。給油口キー周りの黒ずみ汚れを落とします。研磨剤入りのピンク石鹸とブラシでこすり洗い、コーティング剤をスプレーして拭き取ります。左側の荷台煽りを洗浄します。次は左右のヘッドライトを外します。ヘッドライトで
隠れていた部分にはほこり汚れが溜まっています。続いてフロントグリルとフロントバンパーを外します。さらに左右のサイドパネルも外すことにしました。サイドパネルで隠れていた部分にも汚れが溜まっています。普段掃除できないフロント周りを洗浄できるようになりました。旧型サンバー独自のフレーム構造です。フレーム表面の一部に軽い錆が出ていますが、腐食はありません。吸気ダクトレゾネーターを外します。フレーム内部に錆は出ていないように見えます。ファイバースコープを使ってフレーム内部に錆が出ていないか確認します。まずは左フロント側のフレーム内部にファイバースコープを差し込みます。内部に目立つ錆はありません。この部分はエアクリーナーへ空気を送る吸気経路になっています。次は右フロント側のフレーム内部を確認します。こちらは左側と異なり、リア側へつながる貫通穴はありません。フレーム上部のシールを剥がし、開口部からファイバースコープを差し込みます。内部に目立つ錆やほこり汚れはなく、きれいな状態です。次は右フロント側の普段掃除できない部分を洗浄します。水をかけてからプリン状石鹸と洗浄ブラシでこすり洗いと叩き洗い。奥まった部分のほこり汚れをかき出し、水で洗い流します。ヘッドライトで隠れていた部分を徹底洗浄。プリン状石鹸と洗浄ブラシで汚れを分解しながらかき出し落とします。プリン状石鹸で落ちない汚れはピンク石鹸と洗浄ブラシでこすり洗い。以前左ドアは中古品に交換しているため、ドア取り付け部分周辺は洗浄済みです。続いて左フロント側を洗浄します。プリン状石鹸で落ちない汚れはピンク石鹸。ヘッドライト取り付け部分周りを徹底洗浄。フロントグリルで隠れていた部分、頑固な黒ずみ汚れがこびりついているので、ピンク石鹸でこすり洗い。続いてフロントパネルに付着している黒ずみ汚れをピンク石鹸で落とします。次にフレーム周りのほこり汚れをピンク石鹸とブラシでこすり洗い。アンダーカバー周りはプリン状石鹸で洗浄します。続いてフレーム周りの汚れをピンク石鹸とブラシでこすり洗い。フロント周りの徹底洗浄が終わりました。ドアヒンジ部分ウレアグリースをスプレーします。ドアを数回開閉してグリースをなじませます。最後に余分なグリースを拭き取ります。フレーム部分にシャシコートブラックを塗装します。
洗浄したフロント周りにコーティング剤をスプレー塗り伸ばしてから拭き取ります。フロントバンパーグリルで隠れていた部分の汚れをプリン状石鹸とブラシでこすり洗い、下側の黒ずみ汚れはピンク石鹸とブラシでこすり洗い、続いて裏側もプリン状石鹸とブラシで洗浄します。次に左右サイドパネル裏側をプリン状石鹸とスポンジで洗浄します。コーティング剤をスプレー塗り伸ばしてから拭き取ります。次は荷台部分の洗浄と汚れ落としです。キャビンバックパネルには擦り傷や黄ばみがあり、塗装も劣化しています。まずはフロア部分をプリン状石鹸とブラシでこすり洗い、奥まった部分は小さな洗浄ブラシを使います。プリン状石鹸で落ちない汚れはピンク石鹸、フロアの黒ずみ汚れもピンク石鹸とスポンジでこすり洗い、頑固な黒ずみ汚れはピンク石鹸でこすり洗いするときれいに落ちます。ただしピンク石鹸には研磨剤が入っているため塗装のツヤが鈍くなることがあります。後でポリッシャーで磨きツヤ出しをします。荷台フロアのエンジンフードパネルもピンク石鹸でこすり洗い、真っ白になりました。続いて荷台フロア全体の黒ずみ汚れをピンク石鹸で落とします。エンジンフードパネルを外します。パネルで隠れていた部分には汚れが溜まっています。洗浄前にオルタネーターとエアコンのコンプレッサーを防水します。まずはホコリ汚れを水で洗い流します。フロア部分の汚れはピンク石鹸とブラシでこすり洗い、インテークマニホールドスロットルボディエアクリーナーケースなどプリン状石鹸と洗浄ブラシで洗います。洗浄ブラシで叩き洗い、最後に石鹸が残らないよう水でしっかり洗い流します。エンジンフードパネルの裏側もピンク石鹸で汚れを落としました。続いてキャビンバックパネルを洗浄します。まずはプリン状石鹸とスポンジで表面のほこり汚れを洗い流します。次にピンク石鹸とブラシでこすり洗いをして黒ずみ汚れや擦り傷を落とします。鳥居部分の黒ずみ汚れもピンク石鹸でこすり洗い、4箇所のボルトを外し鳥居を外します。鳥居で隠れていた部分をピンク石鹸とスポンジでこすり洗い、黒ずみ汚れが落ちてきれいになりました。続いてキャビンバックパネルをピンク石鹸とスポンジで洗浄します。リアガラスはプリン状石鹸とスポンジで洗います。塗装面の付着物ピンク石鹸できれいに落ちました。
キャビンバックパネルのすべての黒ずみ汚れ、擦り傷をピンク石鹸で落とします。ほとんどの汚れは落ちましたが、細かい傷は残っています。後でポリッシャーで磨いて仕上げます。次に2台煽り内側全体をピンク石鹸とスポンジでこすり洗い、頑固な汚れもきれいに落ちました。エンジンフードパネルの取り付け部分とパネルの裏側にコーティング剤を塗ります。荷台部分の徹底洗浄が終わりました。カサカサに劣化してツヤがなくなったルーフパネル塗装面を鉄粉除去します。ルーフパネル全体に鉄粉除去剤をまんべんなくスプレーします。しばらく待ちます。塗装面に付着していた鉄粉が反応し浮き上がっています。ハケを使って鉄粉除去剤を塗り伸ばしました。最後に鉄粉除去剤が残らないよう水でしっかり洗い流します。続いてフロントパネルに鉄粉除去剤をスプレーします。フロントパネルに鉄粉はびっしりついていませんでした。ハケで鉄粉除去剤を塗り伸ばし、水でしっかり洗い流します。次に左右のワイパーアームを外します。フロントガラスのモール部分にマスキングテープを貼ります。Amazon で購入した細めと中めのウールバフ。まずは細めのウールバフを試してみます。ダブルアクションポリッシャーにバフを装着。回転数は1から6まで調整できますが、今回は5に設定しました。コンパウンドは 3M のハード 1L、 ごく細め。コンパウンドをバフに適量つけます。塗装面にコンパウンドを塗り伸ばしてからスイッチオン。一度に広範囲を研磨せず少しずつ磨きます。カサカサに劣化していた塗装も磨いた箇所はツヤが復活します。もう少し研磨力を上げるため、細めから中めのウールバフに変えます。コンパウンドは変更せずハード 1L、 ごく細めを使用します。研磨する範囲を分割して少しずつ磨きます。ピカピカになっていますが、少しツヤが鈍い感じです。細めのウールバフに変更し、コンパウンドは 3M のハード 2L 超微粒子を使用します。先ほどと同じ手順で研磨します。わずかに残っていたくすみが取れ、鏡面仕上げになりました。続いてルーフパネル全体を研磨します。ルーフパネルの研磨が終わりました。次にフロントパネルを研磨します。ルーフパネルほどカサカサになっていませんが、全体的にツヤが鈍くなっています。まずは中めのウールバフとハード 1L の組み合わせで研磨します。磨いた部分はツヤが復活します。一度に広範囲を研磨せず少しずつ磨きます。ガラスモールとの境目にコンパウンドを手で塗ります。この部分は磨きにくい箇所です。バフがガラスモールに軽く接触しますが、マスキングテープを貼っているのでモールに傷はつきません。
ガラスモールとの境目もピカピカにすることができました。続いてフロントパネル全体を艶出し研磨します。ポリッシャーで研磨できない部分は手磨きです。シリコン入りの超極細コンパウンドとマイクロファイバークロスで手磨き。この部分もワイパーやウォッシャーノズルがあるため、ポリッシャーでは研磨しにくい箇所です。手磨きで仕上げます。十分にツヤは出ていますが、さらに表面にするため仕上げ磨きをします。細めのウールバフとハード 2L の組み合わせでフロントパネル全体を研磨します。ガラスモールのマスキングテープを剥がして確認します。ガラスモールに傷はついていません。フロントパネルの鏡面仕上げが終わりました。ドアミラーのカバーを外します。3本のネジを外してミラーを取り外します。ミラーで隠れていた部分を掃除します。ドアショルダーモールの表面は劣化してカサカサに荒れています。モール下の塗装面にマスキングテープを貼ります。まずはラビングコンパウンドで磨いてみます。少しはきれいになりましたが、まだ表面のカサカサが残っています。曲面の研磨に最適サンドスポンジを試してみます。まずは400番でゴムモールを研磨します。水をかけてからサンドスポンジをゴムモールに押し付けながら磨きます。劣化してカサカサになったゴム表面を削り落とします。もう少し400番で研磨を続けます。劣化した表面を削り落とすことができました。次は400番で研磨した表面を800番で整えます。水をかけてからゴムモール全体を800番で研磨します。さらに1500番で仕上げ磨きをします。水をかけてからゴムモール全体を1500番で仕上げます。ゴムモールの表面がすべすべになりました。最後にゴム製パーツ用の保護剤ラバープロテクタントをスプレーします。ドアショルダーモールの補修が終わりました。ラジオアンテナを外します。運転席シートを取り外し、アンテナ線をアンテナ側へ引っ張ります。ラジオアンテナが外れました。上部のアンテナ固定用ホルダーを外します。アンテナを外したリアピラー部分をポリッシャーで研磨します。くすんでいた塗装面がピカピカになりました。次にマットガードを外します。マジックリンで汚れ落とし、マットガードで隠れていた部分を掃除します。ポリッシャーで研磨します。マジックリンでも落ちない汚れはラビングコンパウンドを使います。さらにシリコン入りのコンパウンドで仕上げます。続いてリアピラー全体を研磨します。研磨が終わりましたのでラジオアンテナを取り付けました。ドアの内張りを外します。アウターハンドルの固定ボルトを外します。アウターハンドルが外れました。ドアのキーシリンダーも外しました。隠れていた部分はシリコン入りのコンパウンドで汚れ落としをしながら艶出しをします。ガラスランチャンネルの一部を外します。
ドアショルダーモールにマスキングテープを貼ります。ドアバイザーにコンパウンドを塗ります。ドアバイザーをポリッシャーで研磨します。細かい傷が消えてクリアになります。ドアの塗装面を研磨します。研磨した部分は鏡面仕上げになります。サイドパネルに擦り傷があります。ウインカーランプを外します。サイドパネルをポリッシャーで研磨します。擦り傷が消えてピカピカになりました。ウインカーランプの取り付け部分周りを磨きます。ポリッシャーで研磨できない部分は手磨き。ドア塗装面はくすんでツヤがありません。まずは中目のバフとハード 1L の組み合わせで研磨します。ツヤは出ていますが表面にはなっていません。さらに細めのバフとハード 2L で仕上げ磨き、ピカピカの鏡面仕上げになりました。次は荷台の煽りです。汚れが残っている部分をマジックリンとブラシで洗浄します。荷台煽りをポリッシャーで研磨します。研磨した部分はツヤが復活します。ポリッシャーで研磨しにくい箇所は小型のスポンジバフを使います。Amazon で購入したドリル用のバフです。小型のスポンジバフにコンパウンドを適量つけてドリルで研磨します。磨いた部分はピカピカになります。ポリッシャーで磨きにくい箇所や狭い部分はドリルで研磨します。平らで広い面はポリッシャー磨き、狭い箇所はドリル磨き。続いてリアフェンダーをポリッシャーで研磨します。ポリッシャーで研磨できない部分はラビングコンパウンドで手磨き。さらにシリコン入りのコンパウンドで仕上げます。リアマットガードを外します。リアフェンダー後ろ側をポリッシャーで研磨します。ポリッシャーで磨きにくい部分はラビングコンパウンドとシリコン入りのコンパウンドで手磨き。右側の荷台煽り研磨仕上げが終わりました。左ドアは過去の動画で中古品に交換し研磨仕上げが終わっています。左側の荷台煽りも研磨仕上げ済みです。次はリア煽りを研磨します。リア煽りの塗装面もくすんでツヤがなくなっています。平らで広い面はポリッシャーで研磨します。狭い箇所はドリル用の小型スポンジバフで研磨します。リア煽りの研磨仕上げが終わりました。次は荷台部分を研磨します。作業灯のレンズを外します。まずはキャビンバックパネルの狭い部分をドリルバフで研磨します。研磨した部分はツヤツヤになります。ドリルバフで研磨を続けます。広い面はポリッシャーで研磨します。キャビンバックパネル全体を研磨します。キャビンバックパネルの研磨が終わりました。次は荷台フロア部分を研磨します。ポリッシャーで磨きにくい箇所はドリルバフ。続いて荷台フロア全体を研磨します。塗装面すべての研磨が終わりました。コンパウンドの磨きカスを
水でしっかり洗い流します。水分が残らないようしっかり拭き取ります。フロントガラスモールとドアモールにマスキングテープを貼ります。シリコンオフをスプレー、きれいなマイクロファイバークロスで拭き取ります。コーティング前の準備ができました。業務用の硬化型ガラスコーティング剤を塗り込み、きれいなマイクロファイバークロスで拭き取ります。クリアを塗り重ねたような深いツヤが出ています。すべての塗装面にガラスコーティングを施工しました。ドアミラーはシリコンオフで脱脂をしてから PP バンパースプレーで塗装しました。ワイパーアームはサンドスポンジで足付け、シリコンオフで脱脂をしてから艶消し黒のラッカースプレーで塗装しました。ヘッドライトは黄ばみを削り落としてからヘッドライト専用のウレタン塗料で塗装しました。ヘッドライト補修は別動画で紹介する予定です。農道のポルシェ徹底洗浄と外装磨きが終わりました。僕、黄ばんでカサカサの軽トラがこんなに綺麗になるとは思わなかったのだ。そうね、見違えるほど綺麗になったけど、今回は塗装の研磨にかなり時間がかかったのよ。どういうこと？過去動画のホンダアクティはポリッシャーで1回磨けば鏡面になったけど、今回は2回に分けて磨く必要があったの。そうなの？でもしっかり鏡面に仕上げてからコーティングしているので、綺麗な状態が長持ちすると思うわ。わかったのだ。ご視聴ありがとうございました。